こんにちは。今回ははいちょっと難しいお話なんですけど、はい皆さんじっくり聞いていただければと思います。股関節のお話です。はい、股関節どこだかわかりますか？ここですね。お股ですね。はいお股ですね。股という漢字は股関節の股ですので、こちら見てください。はい。3つのなんか難しそうな病気の名前が出てきましたよね。はい。この最後ちょっと分かりやすいと思うんですけど、変形性の股関節症ですから、なんかどうも股関節が変形して形が悪くなっちゃったんじゃないかなというふうに思うかもしれません。はい。なんかどなたかでお友達、親戚、ご家族、股関節悪い方っていらっしゃいますか？そうですね。うちの家族はいないですけど、友達のおばあちゃんが、なんか歩くときにこう一個引いて歩いてる感じがあったので、もしかしたらそうなのかな。そうなんですね。医学的にはですね、びっこっていう言葉は差別的な感じがあるので、跛行と言います。はい、こう体が揺れてしまうということで、簡単に言うと本当びっこなんですけれども、体が揺れながら歩くのが歩きづらいという状況、これ全てではないんですけれども、一部この中にこの変形性の股関節症の方がいらっしゃる。で、その変形性股関節症の方がもともとこの球外形成不全、今から説明しますけどね、これとか先天性股関節脱臼という状態からこの病態になっていくという、将来的になっていくというものなんですよ。で、今日はそれとですね、やっぱり私たちこの枕研究所の職員ですので、枕とこの変形性股関節症の兼ね合いっていうことについてお話したいんです。ちょっとね、最初に結論から言うと、非常にこの変形性股関節症、私整形外科医16号整形外科で毎日のように患者様見ているんですが、その中でやっぱり一定量この股関節悪い方っていうのがいらっしゃるわけですね。股関節が痛いとか、歩くのが辛いとか、歩き方が悪いと家族に後ろから見て指摘されたとか、そういったことがあるわけですが、この変形性股関節症の方、一定量夜寝てる時に股関節が痛くて寝返りができない、もしくは痛い側がこう下になると何とも痛みがあるので、いつも反対向きで寝るなんてことがあって、睡眠と変形性股関節症の方、非常にこの症状が出やすい時間帯一つには寝ている時があるんです。もちろん体重かかって歩く時こそが痛いですよ。だけど意外とこの寝てる時の痛みっていうのについては医療機関であまり指導されていない、どうやって寝ればいいかっていうのが議論されてない部分でもあるので、私たちは枕の専門ですので、そこからどういうふうに枕を整えれば楽になるかっていうことを、最後にお話したいと思います。ちょっと大きなタイトルですから2回に分けて YouTube 撮影していきますので、どうぞ第1編、前編、後半、第2編両方とも見ていただければと思います。じゃあまず何といってもこの球外形成不全説明していきたいですね。はい、こちらご覧ください。普通はですね、この球外っていうのは頭の部分なんですね。ここですよ、ここ見てますよ。ここを今拡大して見てますからね。はい、この手当ててみましょう。骨盤、この骨盤の一部に球外という蓋ですので、蓋を作られている部分があるわけです。この骨盤側の球外部分と、ちょっとその下行ってみましょう。大腿骨、太ももありますね。この太ももの一番上、頭の部分、大腿骨の頭の部分、大腿骨頭と言いますが、この頭の部分とのこの兼ね合い、これがうまく球外に対して大腿骨頭がはまっている状態だったらいいんですが、一定量赤ちゃんの頃、もうお母さんのお腹の中にいる時からこれが、この骨の作りが悪くて十分に大腿骨頭にかぶってない、つまり
本来だったら 80% から 90% の頭の上にかぶっていなきゃいけない蓋の部分が半分の 50% しかかぶってないとか 60% しかかぶってないってなると、球骸の形成作りが悪いですねということで球骸形成不全となるわけです。はい、ここにね関節っていう、隙間があるんですね。関節ってよく聞きますよね。はい、この隙間があって、関節の水が入っていて、潤っているわけですが、この状態形成不全が起こると体重がかかるわけですので、だんだんこの頭がですねこうずれてきて亜脱臼とか脱臼とか、ずれちゃうわけです。どうなるかっていうと、ね、はい、だんだん移動していきますよ。こんな風に頭が移動してちょっとずれかかった状態、ちょっと外れかかった状態を亜脱臼と言います。そして完全に外れてしまったら、骨盤から完全に外れてしまったら、これを脱臼というわけです。ね、脱臼っていう言葉はピンときます。はい、はい、外れるって感じですね。これが生まれつき起こっているのが先天性の股関節脱臼。それから中にはちょっとこう頭が、浅いために球骸が浅いために生まれた後徐々に外れていって脱臼してしまうっていうパターンもあるんですね。先天性と後天性、生まれた後両方ともこの関節の状態がどんどんこの適合が悪くなっていく。どうなるかっていうと、この関節の隙間が薄くなってゴリゴリ擦れます。擦れるとどうなるかっていうと、人間の骨もちろん痛くなるんですが、ある程度この足りない部分を作らなきゃということで、ここにですね後からなんと自分の力で屋根を作っていくんですよ。形成されるわけです。その通りです。ちょっとトゲなんかもあったりしますけど、ガタガタしてたりしますけど、これがうまくできれば脱臼しなくて済む。だけどうまくできないと脱臼したりっていうことが、起こってくるわけです。でも長い年月かけて起こりますからね、徐々に起こってくる。でこれは上がってしまう。ここまで上がってしまう。なんとか屋根のところで抑えられる。どうなるかっていうと、ゴリゴリ音が鳴ったり痛みが出たり、足が全体的に上がって短くなりますので、それが箱、言い方悪いけどびっこの原因になってしまう。そうなった状態を変形性股関節症というわけです。ちょっと走り気味に来ましたけど、わかりましたか？はい、わかりました。球骸形成不全がやはり元にあってでずれたり完全にずれたり不完全にずれたり脱臼が起こり、そして最終的には長い年月をかけて変形性股関節症になっている。お知り合いのおばあ様はもしかすると、生まれつき球骸が悪くてこういう状態になっているかもしれませんね。はい、女性に多いんですよ。なのでこちら見ていただくと、日本ではですねこの球骸形成不全が結構多いと言われていて、中高年の女性の8割方、この変形性股関節症になる方の8割方は実はこの球骸形成不全が原因で起こってるって言われるぐらいいらっしゃるわけですね。はい、ここまで分かりましたか？分かりました。はい。そしてこの先天性股関節脱臼って赤ちゃんの時になってるわけですよね。はい。そしたらもうどういう手術をするんですかね？手術もなんだけど、まずこの先天性の脱臼をしているわけなので、ここのお股もですね体操したり、実はこれ1970年代ぐらいっていうのはおむつの当て方が悪くてなっちゃっていうのもあってですね、おむつの当て方結構大事なんですよ。
昔ほら布だった時代もあるわけだから、すごいこう締め付けておむつ当てちゃうことによって脱臼しちゃうってことも起こってた。今はすごくいい紙おむつになっていて、昔はですね1970年代なんと100人に1人から3人ぐらいいたっていうことなんですけど、もう今どんどんそれは減っていて、1000人に1人から3人とかそんな感じだということです。あとおむつの当て方、はい、第一です。あとはですね、装具って聞いたことあります？ベルトですね、体につけるベルト、装具、リーメンビューゲルっていう、装具をつけて股関節が脱臼しないような位置に持っていくなんていう装具治療っていうのもありました。はい、一方ですね、手術っていう言葉が出ましたけど、この変形性股関節症、要はここがもうぐーっと狭くなってゴリゴリして痛みが出る、歩くのも辛い、びっこになってしまう、跛行になってしまうので長い距離歩けない。こうなってくると、もちろんお痛みをある程度取るには痛み止めを飲むとか、そういう対症療法、リハビリテーションするとかあるわけですけど、最終的には、この屋根がないことが問題ですから、屋根を作るような骨を切る手術、あとあまりにも変形が強くて非常に悪い状態になると、悪い部分を全て、取ってしまってですね、でここを人工の関節というのに置換する手術っていうのが行います。なのでどうしても痛みが強い場合は専門の整形外科医にかかって、この手術をするっていうことが大事です。ということで今回は、3つの疾患、球外形成不全、先天性股関節脱臼、そして変形性股関節症という股関節にまつわるとても辛いご病気の病態、どうしてそういうことが起こってしまうのかっていうことを中心にお話してきました。次はいよいよこの枕、股関節悪い方にどういうふうに枕を使っていただきたいかっていうことを説明しますので、よろしくお願いします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。